今日は耳を作っていこうと思います。これも頭のメッシュを使って、クリースやブラシでモデリングしてもいいんですけども、耳の形っていうのは顔の中でもとりわけ複雑な形状をしているので、それでもう少し立体的に、しっかり造形できるような作り方でいこうと思います。はい、では作業に入っていこうと思います。前回のまぶたのやり方と同様にチューブを使って大体の耳の輪郭をこのようになぞります。半径というところをポチポチと押すと、全てのポイントに対して大きさが変更できるようになりますので、両端をすぼめてこのような形にします。横から見たり正面から見たりして大体この耳の自覚の形になるように調整します。で、この後プロファイルで断面をデザインするんですけども、耳の自覚の、輪郭っていうのは結構複雑にこう入り組んだような形に C の字のような形になってますんで、それをちょっと再現してあげようかなと。デザインが終わったらツイストを押してちゃんとした形になるように回転させます。この辺は耳の写真をよく観察するか、自分の耳を触って形状を確かめるっていうのが一番簡単なやり方だと思うので、それを参考に形作っていきます。で、チューブモードから出て、選択やギズモを押すと全体のスケーリング等々ができますので、それでさらにこのポイントをいじらずして全体のバランスを見ながらサイズや角度なんかをこれで決めることができます。耳がつくとまた輪郭の形状だったりとかっていうのが気になってくると思うので、それに合わせてまたエディットしてあげます。耳はアセットとして保存して、いろんな人物の頭に移植するっていうのも一つの方法なんですけども、意外とその人の個性が出やすいパーツでもあるので、その都度写真を見ながら作るというのも、楽しいんじゃないかなと思います。はい、ここで頭のパーツに対して耳のモデリングを追加していって、さっきのチューブと合わせて耳にしていくという作り方をしていきます。だいぶ大まかで構わないので、粘土のような大きく造形ができるツールを使って、ざっくり耳の、凹凸というかメリハリをここでつけていきます。耳たぶもこのように、ぐりぐりと大きく盛り上げて、あとは移動ツールなんかも使って、形状を整えていきます。ここで自覚のチューブと今モデリングしている部分が境界線が見えてしまってて、別物って感じがするんですけど、これは全然このままでも構わなくて、後でこれを、マージして鳴らすという作業をしますので、一旦この作り方で大丈夫です。
耳は立体的でかなり複雑なので、いろんな角度から確認してモデリングしています。これもご自身の耳の周辺なんかを、触っていただけると、耳の真後ろに骨の頭蓋骨の出っ張りみたいなものがあったりするので、そういうのを再現したり、耳とそれを、つなげたりという作業をします。中台さんはそんなに耳が特徴である方ではありませんが、一応横のいい写真がありますので、それになるべく近くなるようにモデリングしていきます。これで基本的な耳の作りができましたので、一旦これで、全体的なバランスを見てまた修正していくという感じで作業を進めていきます。